今回の動画ではサイドストーリー、理想都市、常夏の共演祭で実装されるオペレーター。ごきげんようドクター。これからわらわが秘書を務めますわ。適切な距離を保つようお願いいたしますわね。そちらの方が安心できますの。狙撃オペレーター、パジョームカの紹介及び概説を行っていきます。あなたがドクターですわね。お初にお目にかかりますわ。そしてどうかお礼を言わせてくださいませ。この醜悪な大地の上で束の間の居場所をわらわに与えてくださってありがとうございます。パジョームカはガビルたちがドゥリンたちの都市であるゼルエルツァにて出会ったループスで、ゼルエルツァでは広告の文章を考えるコピーライターと文学における実質的なトップの立ち位置である代表をしていた人物です。ゼルエルツァ内ではドゥリンたちの命名規則に倣ってアブドーチャライティングと自称していました。しかし彼女はゼルエルツァ出身ではなくウルサス出身のため、この名前は本名ではなく偽名となっています。なぜ彼女が偽名を使っているのかというのには訳があり、一つはドゥリンたちにより親しみを持ってもらい、自身もドゥリンたち側でありたいという彼女自身の思いによるものです。パジョームカは基本的に他者をドゥリンかドゥリンでないかで分けている傾向があり、相手がドゥリンであれば根節丁寧にどころか過保護というほどにまで世話を焼く一方で、相手がドゥリンでなければ対応は丁寧なもののかなり冷たい態度をとり、警戒心まで持っています。なぜドゥリンとドゥリンではない人たち、つまり地上の人たちに対しての態度が異なっているのか。これは彼女がゼルエルツァを訪れることになった出来事が由来となっています。パジョームカはガビルたちよりずっと前にゼルエルツァを訪れた人物で、ゼルエルツァを訪れる前の彼女はウルサスのとある貴族の娘として生きていました。しかし、数々の政治的謀略によってパジョームカの家族は謀殺され、パジョームカ以外の家族は次々と死に、パジョームカだけが命からがら逃げることができました。その時にたどり着いたのが、ドゥリンたちの都市であるゼルエルツァです。各々の欲や争いによって血にまみれた地上の世界とは異なり、ドゥリンたちがただただ楽しく過ごすためだけに作られ、血や争いとは無縁なこの都市をパジョームカは非常に気に入り、地上世界を醜悪な価値のない世界と考えてみ限り、ゼルエルツァに移住することを決めました。彼女がゼルエルツァに対して極端に執着したり、ドゥリンたちを過保護なまでに世話するのは、パジョームカにとってゼルエルツァは自身が生きていくことができる最後の場所であり、ドゥリンたちは自分にとって唯一心を許せる存在だからです。そして彼女がゼルエルツァでは本名であるアブドーチャ・ニコライブナ・イワノバではなくアブドーチャ・ライティングと自称していたのはドゥリンたちと仲が良くなるためと同じ程度には、地上で付けられた名前を捨てることによって自身のウルサス貴族としての立ち位置を含めた地上との関係を全て断つという意味も込められているのでしょう。現在は今回のサイドストーリーでの出来事もあって地上にあるロトスに滞在はしていますが、今もなお生まれ故郷であるウルサスに帰りたいとは一切思ってはいないとのこと。むしろ帰りたいと考えている場所はゼルエルツァだとのことなので、彼女にとっての本当の意味での生まれ故郷はウルサスではなく、生きることへの楽しさを見出してくれたゼルエルツァなのかもしれません。ちなみにここ最近はパジョームカのドゥリンたちへの過保護っぷりは少しマシになったとのこと。ドゥリンたちへの過保護っぷりは長期的に見ると、ドゥリンたちの地上世界への適応を遅らせてしまうだけであり、そのことをロドス側も懸念していたようで、何度もパジョームカには説得していたようです。それが功を奏したのか、それともドゥリンの誰かが彼女を説得したのかはわかりませんが、また、これに合わせてドゥリンだけでなく、ロドスにいる子供たちにも対して心を開くようになっている様子。なお、過保護っぷりは鳴りを潜めはしたものの、相変わらず結構な頻度で天人かあたりは、パジョームカの遊びへの誘惑に負け、甘やかされているような雰囲気は節々から感じられはしますが、パジョームカのモチーフとなっている生物はコードネームや昇進2のイラスト背景などからチベットオオカミではないかと思われます。チベットオオカミは朝鮮半島から中国、ロシア南西部、モンゴルだけでなくチベット、ブータン、ヒマラヤ地方などに生息している中型のオオカミで、毛の色は白や灰色、茶色、黒などが混ざった一般的によくイメージされるオオカミの見た目をしています。時たま植物性のものを口にはするものの基本的には肉食で、パックと呼ばれる5から10頭程度の家族単位での群れを作り、主にエカンを中心として活動しています。基本的には習性に関しても、よくイメージされる狼とそれほど違いはないということです。
また昇進ですの？ありがとうございます。胸を張ってこの栄誉をお受けいたしますわ。もちろん即戦即決はもう必要ございませんわ。恐れる必要のないものに怯えることなかれ。これがロドスでの暮らしでわらわが学んだことですな。馬上ムカは近距離の狙撃しかできないものの、高い攻撃力を持つ精密射手タイプの狙撃オペレーターですが、タイプライターと呼ばれる召喚物を用いることで、馬上ムカ自身の攻撃範以外の敵も攻撃することが可能という、召喚物で精密射手の弱点の一つである攻撃範囲の狭さを補ったり、さらなる火力の強化ができる性能となっています。配置コストやブロック数といった基本ステータスは同じ5白く精密射手であるシュバルツと同じ。なので特に目立った数値というものもありません。潜在強化による強化内容はコストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス30、素質に強化、コストマイナス1となっており、目玉となる強化内容は潜在4段階目の攻撃力プラス30となります。馬上ムカのスキルはどれも上山スキルとなっているので、攻撃力が上昇すればするほどその恩恵は大きくなります。ただ、極端に使用感が変わるということはないので、基本的には潜在凸はなしでも構いません。馬上ムカの HP や攻撃力などのステータスは同じ5白く精密射手であるシュバルツとほぼ同じ。というより違いを見つける方が難しいというくらいには同じ数値となっており、HP はシュバルツの方が31高め、攻撃力は馬上ムカの方が6高め、防御力はシュバルツの方が2高めという程度の差しかありません。つまり、ステータスだけの単純な性能だけで言えば、シュバルツと馬上ムカは同じオペレーターと言っても差し支えがないレベルです。馬上ムカのステータスと他オペレーターのステータスを比較した表が上記のもので、上記の表からも馬上ムカとシュバルツのステータスの差がいかにないのかがよくわかるのではないでしょうか。つまるところ、狙撃オペレーターとして非常に優秀なシュバルツのステータスと、無理二つな馬上ムカのステータスも非常に優秀というわけです。馬上ムカの素質は初期から所持しているオートタイプライターと、昇進2で習得する弱点速記の2つ。素質、オートタイプライターは召喚物としてタイプライターを配置することができる素質で、馬上ムカ最大の特徴となる素質でもあります。タイプライターの性能は上記の表の通りで、攻撃範囲は直線3マスのみですが、攻撃速度は馬上ムカと同じ、攻撃力もほぼ同じとなっているので、攻撃範囲内であれば、実質的に馬上ムカがもう一人いるのとほぼ同義と言えます。また、馬上ムカがスキルを発動させた際は同じ効果がタイプライターにも乗るので、スキル発動中も馬上ムカが2人いると言っても過言ではありません。タイプライターの挙動は上記の映像の通りとなっており、感覚的にはファウストが召喚するバリスタに近く、高タイマスにしか配置することはできませんが、高タイマスであれば馬上ムカの攻撃範以外にも配置が可能で、無敵ユニットなので破壊されることはないという点も活用すれば、遠隔地で一時停止している敵をあらかじめ倒しておくといったことも可能です。なお、性能自体は馬上ムカに非常に似てはいますが、召喚物であることに変わりはないので、他のオペレーターからのバフを受けることはできません。これに関しては、割と融通が利くことが多いザクシースカチの場合でも同じです。また、馬上ムカ自身がバフを受けている状態でも、タイプライターにはその効果は反映されません。上の映像であれば、馬上ムカには攻撃速度プラス160のバフが入っているのですが、タイプライターの攻撃速度は一切変化がありません。なお、馬上ムカのモジュール効果である正面前方の敵を攻撃時、攻撃力が 105% に上昇し、物理回避を無視するの特性追加効果も乗らないので、基本的にタイプライターを強化することは、馬上ムカのスキル以外ではできないと考えて問題はないでしょう。総じて、ウィーディの軸水砲に似たような性能を持つ、より攻撃的な召喚物という雰囲気です。素質に弱点速記は、タイプライターが攻撃した相手の防御力を低下させ、タイプライターの配置位置が馬上ムカの上下左右4マス以内であれば、防御力低下効果がさらに上昇するという効果。このデバフ効果は敵ユニットに対して付与されるものとなっているので、馬上ムカ自身を含めて他のオペレーターも恩恵を受けることができます。タイプライターの攻撃さえ受けてしまえば、問答無用でデバフを付与してくれるので非常に扱いやすく、馬上ムカの性能とも非常に合ったものとなっているので、かなり優秀な素質になっています。特定の位置に配置することでデバフを強化する効果については、タイプライターの自由度を制限してしまうものではあるので基本的には気にしなくて良さで、
たまたまその効果を発揮できる場所ができた時に狙ってみるという程度でいいでしょう。スキル1、ビアンボスは、スキル発動後、攻撃力が上昇。攻撃時、一定確率でその攻撃の攻撃力を一定割合上昇させる。退場まで効果が継続する永続スキル。効果は非常に単純なものとなっており、スキル発動後のパジョームカの攻撃力はスキルレベル7で1419まで上昇し、特化3で1514まで上昇。一定確率で発生する攻撃力上昇効果が発生すれば、スキルレベル7で2270、特化3であれば3400程度までダメージが上昇することになります。スキルの性質としては単発火力が下がった代わりに永続的に発動するようになったシュバルツのスキル1といった感じで、操作をせずにある程度の火力を常時出したいという場合に用いることができるスキルとなっています。なお、スキル1の効果はタイプライターにも適用されるので、スキル発動後のタイプライターの攻撃力は1300程度まで上昇。クリティカルが発生すれば3100を超え、ここからさらに防御力低下の効果も付与されるので、波の敵程度であれば、スキル1とタイプライターを組み合わせるだけで倒してしまうことも可能でしょう。スキル1の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通り、パジョームカのスキル1は他の遠距離攻撃系の永続スキルと比べると単発威力は高くなっている一方で DPS は低いという典型的な単発火力型の性能となっており、大量の敵を裁くことは苦手、中性能程度の敵を倒すことを得意としています。ただ、パジョームカはタイプライターを使用することができるので、短時間であれば総ダメージはおよそ 1.9 倍まで上昇し、実質的に2回攻撃となるため、ある程度の大軍に対しても対処することが可能です。ただ、永続スキルの長所の一つである操作をしなくても良いという点が、タイプライターを配置するという操作によって少し意味がなくなってしまうというのは惜しいところではありますが、スキル1は遠距離系永続スキルの中では高い単発威力と常時強化されるタイプライターが売りとなっています。ただ、パジョームカは精密射手となっているので、精密射手として考えると威力はやや不足感が否めず、また攻撃範囲が拡大するということもないので、あと一歩が足りないスキルという雰囲気。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7で据え置いてしまってもいいでしょう。スキル2、要約はパッシブ効果としてタイプライターの再配置時間が短縮。アクティブ効果として前方の敵に対して3回連続で攻撃力の一定割合の物理ダメージを与えるというスキル。パッシブ効果のタイプライターの再配置時間減少はスキルレベル7で 60% なので24秒まで短縮され、特化3で 50% なので20秒まで短縮されることになります。アクティブ効果はいわゆる連撃系スキルとなっており、1体の敵に対して3回攻撃を行う効果となっています。なお、スキルテキストには記載されていませんが、攻撃範囲が1マスだけ拡大されています。このスキルを発動した際はタイプライターも同じく3回連続攻撃を行うので、同一の敵に対して攻撃を与えるのであれば6回連続攻撃となり、相手次第では1万程度のダメージを一気に与えるということも可能。チャージを用いての2回連続発動であれば、一瞬で敵の HP を2万程度削るということも夢ではありません。また、連撃系の定山スキルとなっているので、バフとも相性が非常に良いという点も注目すべき点でしょう。一方でスキル2を運用するにおいて注意しておかなければならない点があります。それは、このスキルを発動するには、敵がパジョームカの攻撃範囲にいなければ発動することができないという点。つまり、パジョームカから見てから打ちをするということができず、映像のようにタイプライターの攻撃範囲内に敵ユニットがいても、パジョームカの攻撃範囲内には敵がいないので、スキルを発動させることはできません。そのため、タイプライターのパジョームカの攻撃範囲外にも配置できるという長所を生かしての奇襲ができないというわけです。なので、奇襲による大物狩りは口実するスキル3の方が得意で、スキル2は高速再配置で殲滅するように、複数の場所に敵が待機しているステージや、一定間隔ごとに敵が遠距離で出現して待機するステージなどが得意となっています。スキル2の火力と他オペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りで、上の表からもわかる通り、発動間隔は発動に必要な SP が多いため、やや長めにはなっていますが、その分、単発威力も総ダメージも高めとなっており、スキルレベル7の時点でタイプライターとのダメージを合わせれば、総ダメージは1万を超えるものとなっています。精密射手は速射手と比べると攻撃速度は遅いため、平均 DPS は低くなっていますが、
その分、瞬間的なダメージが圧倒的に上、特にパジョームカの瞬間ダメージは気軽に発動できる単発スキルの中ではかなり高めとなっているので、単発手動発動なので手間はかかりますが、多くの場面をそつなくこなしてくれることでしょう。ただし、単発火力が高いとはいえあくまでも連撃スキル、敵の防御力次第では大きくダメージが削られてしまうという点には注意が必要です。スキルにはタイプライターの再配置時間短縮による遠隔地への攻撃の対応力向上と、スキルの発動タイミングとタイプライターの配置が合わせやすく、瞬間的に非常に強力なダメージを叩き出すことができることが長所のスキル。一方で、パジョームカの攻撃範囲内に敵がいなければ、スキルが発動できないという融通の利かなさもあるため、敵に大ダメージを与えたいのであれば、パジョームカの攻撃範囲内でなければならないという条件もあります。総じて、近距離は大火力、遠隔地は臨機応変に対応できるタイプライターというのがスキル2の特徴で、スキルとしての派手さはありませんが、柔軟性が高いスキルと言えるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、7を基本とし、多用するのであれば特化3まで強化することをお勧めします。スキル3、鋭筆速射は、スキル発動中、攻撃範囲が拡大、攻撃間隔が短縮、通常攻撃時、攻撃力が一定割合まで上昇し、目標がパジョームカ自身の前方3マス以内にいるのであれば、攻撃力の上昇率がさらに増加するというスキル。ここ最近の星6オペレーターのスキル3の効果としては非常にシンプルなものとなっていますが、そのシンプルさと打って変わって非常に強力なスキルで、攻撃範囲はパジョームカとタイプライターの攻撃範囲が1マス拡大、攻撃間隔は1秒まで短縮、単発火力は特化3かつ正面3マス以内であれば、パジョームカ自身は2400程度、タイプライターは2200程度まで上昇することになります。つまり、2200超えの単発火力を1秒ごとに発射するオペレーターと召喚物を2体同時に配置することができるということであり、パジョームカとタイプライターの攻撃を特定の敵に集中させてもよし、パジョームカとタイプライターは別の敵を狙ってもよし、スキル2のようにパジョームカの攻撃範囲に敵がいなければ、スキルを発動できないという制約もないので、タイプライターを遠隔地に配置して、スキルを発動させ、タイプライターのみで遠隔地の敵を殲滅する奇襲攻撃を行うこともできます。また、スキルテキストからもわかる通り、スキル3も乗算スキルとなっているので、バフスキルとの相性が非常に良く、ただでさえ高い火力をバフスキルによって、さらに強化するということも可能となっています。スキル3の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りで、単発火力に関しては、さすがにシュバルツやファートゥースよりかは低くはなっているものの、パジョームカは攻撃間隔がかなり短いため、総ダメージはパジョームカの方が高く、パジョームカにはタイプライターによる火力も加算されるので、最終的には凄まじい総ダメージを生み出すスキルとなっています。他の狙撃にはないデメリットを強いてあげるのであれば、タイプライターの配置にはコストが必要ということ。タイプライターの再配置時間とスキル発動に必要な SP が異なっているので、最高火力を出すには実質的には40秒間隔ということあたりが挙げられますが、それらの点を加味しても非常に強力なスキルであるということに変わりはありません。逆に言えば、たった40秒でこの強力な火力を繰り出せると考えれば破格な性能になっていると言えます。スキル3は対応できる範囲がステージのほぼ全域な上に火力もかなり高め、発動に必要な SP は最小で35、タイプライターの再配置時間を加味しても40秒ごとにスキルを発動できるというスキルサイクルの良さと、火力は高いけれども癖が強いことが多かった高火力狙撃の中では融通がかなり効きやすい性能となっています。現状実装されている高火力狙撃の中ではトップクラスの性能と言っても過言ではありません。あらゆる場面において大きな活躍を見せてくれることでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化3まで強化することを強くお勧めします。パジョームカの基地スキルは貿易所に関するものの2つ。1つは貿易所に配置時、純金の生産ラインが1つ存在するごとにパジョームカ自身の受注効率が 5% 増加するという効果。もう一つは、ドゥリンオペレーターが基地に配置されている場合、1人当たり純金生産ラインをプラス1するという効果となります。ドゥリンオペレーターに該当するオペレーターはパジョームカ実装時点では、ドゥリン、天人化、チェストナット、ミニマリストの4人。仮に純金生産ラインが2つ動作し、基地内にドゥリンオペレーターが4人いるのであれば、パジョームカの受注効率は 30% 増加することになります。
馬上ムカの基地スキルと相性がいいのがトゥイエで、トゥイエは純金生産ラインが2つ増えるごとに受注効率がプラス 15% されるため、仮に先ほど紹介した純金生産ライン2つ、ドゥリュー4人であれば、トゥイエの受注効率は 45% まで上昇することになります。貿易所の残りの1枠に関しては、現状では最適なオペレーターはいないので、アルケットあたりを編成すると良さげでしょう。それでは、実際にパジョームカを使用していきます。今回使用するステージは SV 級。パジョームカのステータスは昇進2のレベル90、スキル3の特化3となります。わあ、みんな、こっち来て。くっきりはっきり見えますわよ。いつでも撃てますわ。前に進むぞ。スキル発動後はパジョームカとタイプライターの攻撃範囲拡大、攻撃間隔短縮、火力が上昇。前方3マス以内であれば、火力はさらに上昇することになります。ここで注目したい点はパジョームカの攻撃力自身は上昇しないということ。スキルによる火力上昇は、あくまでもダメージに上乗せしているという形に近いため、パジョームカの攻撃力自体は一切の変動はありません。つまり、攻撃力の高い味方に対して特殊能力を発動してくる敵、例えばブレードヘルム見習い騎士のような敵の標的にはなりづらいということです。攻撃力が上昇しないということはヘイト管理に有利だということを解説していたら、クイントゥスがもう倒されそうになっています。今回は途中でランナーが入ってきたので、クイントゥスはギリギリ持ちましたが、最速で配置していくのであれば、パジョームカならばスキル発動1回でクイントゥスを撃破可能。HP が10万、防御力が500程度の敵で HP を削るだけならば、パジョームカ1人で対処できてしまうということです。この程度で止まると思うな。このように遠隔地にタイプライターを配置してからスキルを発動すれば、本来攻撃できない位置にいる敵を攻撃することも可能。パジョームカの攻撃範囲も1マス拡大しているので、3マス先でクロスファイアを組むということもできます。この程度で止まると思うな。よろしくてよ。即刻抵抗をおやめなさい。撃ちますわよ。ご命令は即刻抵抗をおやめなさい。撃ちますわよ。すべては秩序にのっとるべきだ。摂理に反することなど誰にも許されない。タイプライターを用いて広範囲の敵をカバーすることができるパジョームカは、これまでの精密車種にはない柔軟性を持ち、それでいながら団体の敵に対してもタイプライターと組み合わせることで圧倒的な火力を叩き出すことが可能という、柔軟性と火力の高さを高いレベルで両立しているオペレーターとなっています。タイプライターをうまく使いこなすことができれば、遠隔地で待機しているボスを一方的に蹂躙したり、先ほど紹介した使用例のようにスキル発動1回でボスを殲滅するということも可能なので、まさにギミックを破壊しかねない縦横無尽の活躍を見せてくれることでしょう。各スキルの大まかな指標と特化優先順を紹介。パジョームカに関してはスキル3を特化3まで上げ切ってしまうことを強く推奨。他のオペレーターと比べても特化優先順はかなり高めで、特化の順番待ちを飛ばしても良いと考える程度にはお勧めできます。それ以外のスキルに関してはお好みで、
個人的にはスキル3が強力すぎるあまり、他のスキルを使用することはあまりないので、無理をしてまで特化はしなくても良いと考えます。続いてパジョームカのモジュールを紹介。パジョームカのモジュールはステージ1で敵の物理回避無効化、ステージ2以降はタイプライターの強化となります。パジョームカはスキル性能の関係上、攻撃力上昇の効果が大きく作用する性能となっており、スキル3を例に挙げるとステージ3モジュールありとなしでは、タイプライターを含めての総ダメージは15000ほどの差があります。パジョームカの性能から見ても使用頻度は高いと考え、パジョームカのモジュールは入手しておくことを強く推奨。モジュールのステージに関しては、タイプライターが強化されるステージ2まで強化し、火力の伸びは鈍いですが、パジョームカのダメージを主軸とした編成を組むことを想定するのであれば、ステージ3まで強化するといいでしょう。以上でパジョームカの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ウルサスのスイーツとお酒？スイーツは他の方に差し上げてくださいまし。ウルサスの味は、わらわにとって、もはや親しみの薄いものでございますから。ただ、お酒はいただいておきますわね。ゼルウェルツァの方たちは、お酒が大好きで、わらわも、こちら、ミードではなくて蒸留酒ですの。クラクラしますわ。